さて今日のおすすめは逃げたぞ。そっちだ。目が今のは何だ。何かが目の前を飛んでいったようだが。鳥でしょうか。くそ、また逃げられちまったか。何かあったのですか？これは姫様、お見苦しいところ。まあ、朝から大宴会でも行ったのですか？違います。これはカラスの野郎が。ああ、さっきの黒いのはカラスなのか。ええ、あれはここ数日社中を荒らし回ってる不定野郎でして、うちの料理やお供え物を片っ端からつまんでは飛んで逃げやがるんですわ。カラスなんぞそこらの虫でも食っておけっちゅう話ですが、妙に舌の肥えたやつでして、同じうちの料理でもまかないもんなんかには目もくれねえ。旬の食材のものばかり狙いすましたかのようにつまんでいきまさ。おまけに毒を混ぜた料理はきれいに裂け上がるってんで、ほとほと参ってる次第で。随分と頭のいいカラスのようだな。ええ、こっちもやられっぱなしとはいかないんで、あれこれ罠を仕掛けたりしてるんですがね。たまに罠にかかっても自力で外してしまう始末でして、姫様、なんとかなりませんかね。不法師様に頼むとか。なんとか。なるほど、これは早速依頼ですね。え？これは調停者としての初仕事です、アクタ様。調停者ってのはこういう仕事もするもんかい？いや、そんなことされてる方は見たことはありやせんが。となるとみなぎが空腹で錯乱しているのかもしれん。急ぎ何か食べられるものを。違います、そうじゃありません。そうか、すまん。ということは本気か？はい、母様はアクタ様の力を疑っているようでした。ですが調停者としての実績を積み重ねれば認識を改めてくれるんじゃないでしょうか。そうなればアクタ様の記憶を取り戻すことにつながるかもしれません。力を疑うどころか完全に無意味で無駄なチリヤクタと罵られていた気がするんだが、カラス退治で俺の力とやらが知れ渡るもんかね。何事も小さなことからコツコツとですよ、アクタ様。だから顔が近い。完全に舞い上がってるな。しかしまあここの料理人も困っているようだし、これがみなぎのやりたいことなら拒む理由はない。わかった、やるだけやってみるか。はい。というわけだ、しばらく騒がせるが勘弁してくれ。へえ。さてどうするか。ちなみに何かいい策でもあったりするのか？まずは罠を仕掛けてみましょう。罠はもう試しやしたが。いえ、カゴとか小さな罠ではありません。この食堂を丸ごと罠にするのです。ほう、なかなか大胆だな。まず食堂の真ん中にこうごちそうを置いて、ごちそうは串焼きとかいいですね。香辛料をいっぱい振りかけた。それ重要なのか？重要です。そして窓を一つだけ開けっぱなしにしておいて、他の窓や扉はすべて厳重に閉めておきます。絶対開けられないよう釘を打ちつけてもいいかもしれません。
あとは私たちが網を持って中に隠れてカラスさんが来るのを待つだけです。そしてカラスさんが中に入ってきてごちそうをついばんでる時に窓をバタンと。で、閉じ込められ逃げ場のないカラスを俺たちが捕まえるわけか。はい、人の気配がすると警戒するでしょうから、窓は外から紐を伸ばして引っ張って閉めましょう。念のため中から簡単に開かないように窓には重しもくくりつけて。これで完璧です。なるほど、そう悪くない考えのようにも思えるが、とりあえず試してみるか。俺とみなぎは中で待機する。窓の紐はあんたが引っ張ってくれ。わかりやした。カラスさんは来てくれるでしょうか。なんだか楽しそうだな。楽しくなんてありません。これはお仕事ですから。いや、仕事だからって眉間にシワを寄せる必要なんてないさ。何事も楽しいに越したことはない。はい、アクタ様。何事も楽しく。道は善と多難だろう。みなぎの抱えてるものは大きいが、むやみに悩んでも仕方ない。こうして前向きに何かに没頭できるならその方がいい。それにどうかしましたか、アクタ様。いや、なんでもない。